皆さんこんにちは、山上アリシャです。今日はプチプラアイテムだけを使ってメイクをやっていきたいと思います。結構上半期コスメランキングとかでいろいろ出てたものだったりとか話題になってたものだったり自分が個人的に気になってたものとかをドラッグストアやドン・キホーテで買ってきたので早速やっていきましょう。で、肌はもう保湿してあります。早速スザンヌの毛穴レスコンシーラーで顔の中心あたりを塗っていきたいと思います。これもすごいランキングとかにも入っていて気になってたんですよね。なんかシリコン下地のようなテクスチャーです。結構気持ちいいです。で、次もまたプライマーなんですけど、ちょっとティントが入ったラロッシュポセの UV イデア日焼け止め乳液化粧下地、すごいいい口がいっぱいになっちゃうSPF50 プラス PA プラス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 で、これは全体的に塗っていきたいと思います。最近梅雨ですごい雨が降ってるけど、曇りでもやっぱり紫外線は強いので日焼け止めは毎日塗るように気をつけてます。ちょっとトーンアップした感じかな。そしたらこの D プログラムアレルバリアエッセンス BB で、これはライトカラーです。2層タイプになっているのでよく振ってから使います。ここはビューティーブレンダーで伸ばしていきます。この2つがすごい保湿感があるので顔がすごいしっとりした感じで、特に最近だとマスクをつけたりとかするので、あんまりファンデーションを濃くしちゃうと擦れちゃったりとかした時に大きい差が出ちゃうと分かりやすくなっちゃうので、意外とこういう風に薄塗りの方がいい時もあると思います。で、次はパウダーでセットしていくんですけど、クラブ SP ホワイトニングパウダー、つけたまま寝れるスキンケアパウダー、しかも中は可愛いこういうパフ付きで、甘すぎない感じのフローラルな香りでめっちゃいい匂いで、次はそのままアイブロウをやっていきたいと思います。で、今回のアイブロウはエクセルのアイブロウペンシルを使っていきたいと思います。ペンシルとパウダーが入ってるもので、01番ナチュラルブラウンをスクリューブラシの方で眉毛を整えていきます。最初はペンシルの方で後ろを描いていきます。で、後ろが終わったらパウダーの方を使って前を描いていきます。すごいこのペンシル結構好きです。描きやすい、発色もすごい良くて、パウダーの方はちょっと赤みがちょっと気になるんですけど、ペンシルの色はすごい使いやすい色かな。そしたら次はデジャビュのアイブロウカラーを使っていきます。これは2番。今日はちょっと眉を濃いめに入れました。で、次はキャンメイクのシルキースフレアイズを使っていきます。これは2番です。結構前のメイク動画でも質問あったんですけど、アイシャドウを塗るときに使ってるブラシはほとんどシグマのものです。アイホール全体的にこの色を使ってやっていきたいと思います。で、アイホール全体と下もつけていきます。もうちょっと小さめなブラシで2番目の色を使って二重幅に塗っていきます。
ちょっと尖った感じのブラシでこの3番目のローズピンクの色を使って目尻のところにちょっとだけ塗っていきます。で、塗る時に目尻の方から始めてこうスライドさせていってフェードアウトするように塗ってください。最後の茶色で目尻に句を書いていきます。で、それが終わったらもうちょっとツヤ感を出したいので、キャンメイクのジュエリーシャドウドールの2番をちょっとだけまぶたの真ん中と涙袋のところに入れていきたいと思います。このきめ細かい方を使っていきます。そしたらアイライナーを引いていきます。これはラブライナーのリキッドライナーです。で、アイライナーは今回はがっつりって引くよりも端っこからちょっとだけ垂れ目のように長く描いていきたいと思います。こんな感じで、そしたらまつげをカールしていきます。はい、そしてキャンメイクのこれはもうあったもので結構剥がれてきちゃった。キャンメイクのクイックラッシュカーラーのブラウンで結構濡れたらコームで溶かしていきます。そして次は私初めて使うんですけど、ビセのフォギーオンチークス、すごいチークの下にブラシがついてたかわいいアプリコットみたいな色です。無臭割とふわっとのせる感じでかわいい色で、ブラシに余ったチークでナツさんから教えてもらったみたいに鼻の上だったりとかおでこのところにのせていきます。そしたらハイライターは今日はスイーツのプレミアムショコラハイライター1番を使っていきます。このハイライター結構好きで、つけてる時も褒められることが多いんですよね。売ってるところ結構少ないんですけど、松清とかで売ってたりします。すごいナチュラルなツヤを出してくれるので、で、次はリップノム&のベルベットティントを使っていきます。パッケージめっちゃ可愛くないですか？これは10番のフィーバーです。わお、すごい滑らかそう、なんかふわふわな感じ。ちょんちょんちょんってのせていってから指でぼかしていきたいと思います。なんかマットなんだけど、ほんとさっき言ったみたいにふわふわで、なんだろう、乾燥する感じはないですね。ふわふわ、ほんと。あとやっぱベルベットのテクスチャーだから縦じわにすごいたまるみたいな感じは起きてないですね。かわいい。で、最後はツヤ玉スプレーエリクシールのシュペリエルツヤ玉ミストです。っていう感じで完成ですはい、っていう感じで今日はプチプラコスメだけでメイクをしてみました。結構気になってたものもあって、つけ心地が良かったのがこのスザンヌの毛穴レスコンシーラー。これは普段使いしているそのファンデーションとも相性を見てみたいなと思いました。すごいスムーズになって
気持ちよかったのでちょっと相性見てみたいです。あとこのロムアンドのベルベットティント、めちゃくちゃ可愛いですよね。本当に質感がすごい気に入ってて、他の色もちょっと試してみたいなと思いました。しかもマット感も強すぎないので張り感とかもなく、すごいナチュラルですごい好きです。これは今日使った以外に皆さんのおすすめプチプラアイテムがあればぜひコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。